牡志座のゴールドセイント。屈強な肉体を持ち、圧倒的な力でねじ伏せるのが牡志座の特徴だ。また最初の関門として立ちふさがる機会も多く、ゴールドセイントの凄まじさを見せるポジションでもある。今回はそんな豪快な歴代牡志座のゴールドセイントの解説をしていく。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は歴代牡志座のゴールドセイントの解説をしていくぞ。牡志座って動物の印象から来ているのか、力強いイメージが先行するよね。ああ、実際牡志座のゴールドセイントはその傾向がほとんどだからな。そのせいか、他のゴールドセイントが美形であるのに対しマッチョで屈強な男だから毛色が違うよね。まあ、そうだな。力強い印象を与えるには見た目から入るのが一番だからな。体格も相まって世紀末覇者に見えなくも。兜が高いからそう思っているだけだろ。美形でなくとも男らしさに溢れた星座だから。今回はそれを解説していくぞ。よろしくね。タウラスのアルデバラン。金琉球を守護する牡志座のゴールドセイント。ロングヘアをオールバックにし、ノブシのような顔つきと眼見な体格のパワーファイターだ。波の攻撃を分けなく跳ね返す強靭な肉体。加えて高速剣などゴールドセイントとしての俊敏さも併せ持つ。普段から兜をつけているから言われないと気づかないところだね。黄金のヤグーの異名を持つくらいだからな。髪も金髪ということだ。アルデバランの名前の由来だけど、これって牡志座の一等星のことだよね。ああ、名前からして牡志座のゴールドセイントにぴったりだな。ただし、口述するセイントもアルデバランと名乗ることがあるため、本来の名前は違う可能性もなくはないが、公式ではアルデバランとなっている。そんな彼の性格だが、正々堂々とした性格で、理屈やメンツに惑わされず、自らの体験を信じて行動することを良しとする。だから強行となった佐賀が不在でも気にしていなかったってこと？佐賀が13年前から不在と聞かされており、総時級から感じるコスモによって彼の存在をある程度感じ取っていた。教皇に対しては不審な噂が立っていることを知っていたが、教皇の正義を信じて忠誠を誓っていた。細かいことは気にしない豪快さがあるね。見た目通りの性格ということだな。さて、劇中での活躍だが12級編からとなる。アリエスのムーは聖夜側であることから、ゴールドセイントとの実戦はアルデバランが初戦になり、サンクチュアリに乗り込んできた聖夜たちを、サンクチュアリに弓引く者としてキング級で迎え撃つ。聖夜たちブロンズセイント4人を同時に相手にしても終始圧倒。これでも手加減していたんだよね。彼が本気を出せばキング級が血の海と化していたとされるほどの実力差があるな。最終的にはセブンセンシズに目覚めつつあった聖夜にクロスの角を折られると、事前の約束通りに負けを認め、彼らにキング級を通すことを許した。この際に折られた左の角は、ムーが修復を提案したが、結局修復されることはなかったな。折られたことを嬉しがるような素振りだったもんね。佐賀が倒れてサンクチュアリの邪悪が浄化された後はアテナに忠誠を誓うことになった。次はポセイドン編だ。キドサオリとブロンズセイントをグラード財団の療養所で護衛していた際に、7将軍のソレントに遭遇。応戦するもソレントの笛の音色で力を100分の1に抑えられ敗北した。相性が悪かったってのもあるね。それでも渾身のグレートホーンでソレントを吹き飛ばし壁に叩きつける。ソレントもさすがはグレートホーン、全力であれば致命傷を受けていたと語っていることから、全力を出し切れば、凄まじい破壊力なのは間違いない。またテレビ版ではソレントではなくオリジナルのアスガルド編で、サンクチュアリに乗り込んできたゴッドウォーリアーのシドに応戦するが敗北。この戦いもバドから闇討ちを受けていたため全力ではなかった。全力を出せない状況なのが歯がゆいね。ハーデス編ではハーデス軍のスペクターニオベのディープフレグランスによって倒されたが、絶命する直前にグレートホーンを叩き込み、ニオベを撃破しているため相打ちとなっている。嘆きの壁では他のゴールドセイントと共に、壁の破壊のため一時的に復活し、聖夜と言葉を交わして急行を温めている。他のゴールドセイントと比べて扱いが良いわけじゃないのが少し悔しいね。どうしても事実上サンクチュアリを守る最初の壁となっているためか、かませ役になることが多いな。ここからはスピンオフの作品を見ていこう。セイント聖夜レジェンド・オブ・サンクチュアリでは原作と同じような立ち位置で、金琉球を守護、年齢は40歳に変更されている。見た目もそうだけどおっさんのような感じになったね。実際聖夜からおっさんと呼ばれている、本人は否定しているがな。原作通りの展開で角を聖夜に折られ、その際も豪快に笑う姿は変わらない。セイント聖夜ソウル・オブ・ゴールドでは他のゴールドセイントと同様にアスガルドで復活。闘技場で同子と合流し、ゴッドウォーリアーヘラクルスと戦い撃破した。セイント聖夜エピソード G では、
13歳の姿で登場、巨漢な見た目ではなくスラッとしたロングヘアのイケメンに変更されている。他のゴールドセイントと合わせに行ったのかな？どうだろうな、そのせいか原作キャラと大きく見た目を変えたゴールドセイントとなっている。エピソード G アサシンでは36歳で登場。またこの作品で登場する日野義野の養父、そしてシャイナが養母となっている。ってことはシャイナの夫になったってこと？どうだろうな、明言がされていないからなんとも言い難いが、事実上そのような関係になっている。セインティア賞では、12級の戦いが終わった直後、押し寄せるドリアードたちの迎撃をほぼ一手に引き受けることとなる。どうしても立地的にそうなるんだろうね。だな。彼の技を見ていこう。グレートホーン。両腕を組んだ状態から居合抜きの要領で抜き放ち、凝縮したコスモを一気に相手にぶつける技。シンプルながらその破壊力は絶大だ。にしてはまともに敵を倒したことがないよね。技がシンプルであることから強力な性能なのは間違いないが、いかんせん、ストーリーの都合上割り送っている技とも言える。グロリアスホーン。エピソード G アサシンで使用。相手の技の全ての攻撃力を両腕で受け止めることで自分のコスモを極限まで増幅し、さらに増幅させた自分のコスモを相手の攻撃力に上乗せして相手に全てを叩き返す技。圧倒的な力を駆使した分かりやすい技が多いのが特徴だね。次の牡牛座のゴールドセイントに行こう。タウラスのオックス。セイントセイヤネクストディメンション冥王神話に登場する牡牛座のゴールドセイント。牡牛座らしき筋骨隆々の肉体を持つセイントだ。髪は頭をすっぽり覆うマスクで見ることができないが、アルデバランと同じく金髪であると思われる。というよりほぼ牡牛座の特徴しかないね。作中ではアリエスのシオンやライブラの同子に対して先輩として振る舞うことから、在任期間は彼らより長く、頼もしい兄貴分として描かれている。ここも牡牛座らしいね。ハーデス軍と対決ではガルーダの水郷と戦うことになる。結果として敗北することになるが、ガルーダのサープリスを半壊させ血を吐くほどのダメージを与えている。また、この時本気でなかったとされることから仮に全力で挑めば結果は変わった可能性がある。いつもそうだけど、なかなか本気の牡牛座が見れないね。ああ、そういう宿命の星なのかもしれないな。彼の技だが伝統のグレートホーンだな。これも決まれば一撃の破壊力があるってことだね。そういうことだな。さて次の牡牛座のゴールドセイントに行こう。タウラスのハスガード。セイントセイヤザロストキャンバス冥王神話に登場する牡牛座のゴールドセイント。本来の名はハスガードであるが、キングの星のように生きたいという思いから、牡牛座の一等星であるアルデバランを名乗っている。他のゴールドセイントと比較して巨漢な男であり、他の歴代牡牛座と同様に豪放来楽な性格をしている。これはいい男の予感がする。ああ、女神アテナへの忠誠心は極めて熱い。さらに同子と性格の相性が良く、シオンとは性格が全く違うが親友同士である。弟子たちの指導にも厳しいが、弱者をいたわる心を持っており、弟子たちにも弱き者を守る強さと優しさを持つように指導している。理想の兄貴キャラだね。劇中ではゴールドセイントと遜色ない実力の展望性ベヌーのカガホと対決。全身にやけど、失明するほどの重傷を負うほど苦戦するも、弟子たちのために覚悟を決めた渾身の一撃により勝利した。その後天魔に修行をつける最中、人生ジュラハンのキューブ、視察聖バットのウィンバーが襲撃を仕掛ける。ウィンバーは一撃で倒すも、満身創痍の体にキューブのデスメッセンジャーを受け心臓停止。次の世代へ託すために心臓が止まった状態で、全力のタイタンズの場を放つことでキューブを撃破する。そして立ち往生したまま最後を迎えた。その後は彼の弟子であったテネオが未熟ながらも牡牛座のゴールドセイントになる。残ったシオンと共にサンクチュアリの復興を目指し時代へと引き継がれていった。文句なしの兄貴キャラだったね。彼の技も見ていこう。グレートホーン。牡牛座伝統の技。タイタンズの場。自分の周囲一体の大地を砕き、砕いた岩盤とそれを起こしたハスガードのパワーであらゆるものを圧砕する。コスモを燃やし、大地をめくれ上がらせるほどの激しい衝撃波を放つ姿はさながら超新星爆発のように見える。タイタンズブレイク。タイタンズノバと近い技であるが広範囲であるノバに対してこちらは前方向のみに繰り出す技。豪快な技が多くて牡牛座らしいね。さて次が最後の牡牛座のゴールドセイントだ。タウラスのハービンジャー。セイントセイヤオメガに登場する牡牛座のゴールドセイント。力と破壊を司るゴールドセイントを名乗り、薄い青系の単発と赤眼のたくましいタイプである。と言っても歴代の牡牛座のゴールドセイントとは少し系統が違う見た目をしているのが特徴だな。どっちかというとイケメン寄りになったね。今までも十分にイケメンだったろ。まあ、そうだけどさ。
治安の悪い地域で育ったことから荒れた幼少期を過ごし、歴代の兄貴キャラというよりは戦闘狂に近いように思える。というのも喧嘩に明け暮れる日々を送り、強い敵を探して心の砕ける音を聞く喜びに目覚めていることが挙げられる。セイントセイヤオメガらしい変更の仕方と言えるね。当初は敵サイドに味方するゴールドセイントであり、歴代のゴールドセイントとは立ち位置が違っていた。オメガは敵サイドが多いからね。ハービンジャーが敵サイドについた経緯だが、カプリコーンのイオニアのスカウトを受けてマルスに引き合わせた。当時、コスモの訓練を受けていないにもかかわらず、生身でセイントたちを倒すという潜在能力の高さを買われたことが理由だ。コスモなしで勝つって、凄まじいね。そして修行の末、セブンセンシズに目覚め、ゴールドセイントになったわけだな。敵サイドについた他のゴールドセイントと違うのは、地位や名誉といったものではなく、好きなだけ人の心を折り続けるこれだけのためと述べている。ってことはアテナへの忠誠心も、持ち合わせていないな、というより使命感もアテナへの忠誠心も最初から皆無だ。逆に言うとマルスへの忠誠心もないに等しい。劇中ではキング級で主人公甲賀以外を別の級に飛ばし、甲賀と対決。甲賀の骨を砕くまでに至ったが、彼の心はなおも折れないため、全力のグレイテストホーンをぶつけるまでに至る。結果勝利はしたものの、自身の膝をつかせたことにその実力を認め、強くなった後に再戦を期待し甲賀を見送った。この流れはアルデバランに近いところがあるね。その後は味方サイドにつき、他のゴールドセイントと共に地球の崩壊を食い止めるべく協力をした。2期になってからも協力姿勢は変わらず、パラサイト兵を蹴散らしている。ちなみにアテナへの忠誠心があるのかは不明であり、お前呼ばわりでタメ口で話すなど、露骨に無礼な態度をとっていた。ゴールドセイントらしからぬ態度だね。まあ、就任したきっかけがあれだから仕方ないのかもだけどさ。終盤ではパラサイト四天王のタイタンと対決。天神創世権の前劣勢に立たされるが、弱き者や罪なき者を虐げることへの怒りから、コスモが増大し政権の破壊に成功、タイタンを撃破した。ちなみに、他の四天王は2人以上でどうにか政権を折ることに成功しているが、単独で成し遂げたのは彼だけである。あれ、なんかいつもの大志座と違うね。いつもなら死亡してもおかしくないのに。戦いが終結した後は教皇に就任することになる。え？教皇って大出世じゃない。サオリの指名や他のゴールドセイントが全員彼を指名したため満場一致だな。理由としては教皇の地位を利用して悪用を働くことはなく、まっすぐな人物であることが評価された理由だ。当の本人は悪態をつきながらもこれを受理した。最後に一気に大志座の株を上げたね。彼の技を見ていこう。グレートホーン。大志座伝統の必殺技。グレイテストホーン。グレートホーンを発展させた技。腕を左右に振り抜くことによって全方位に向けて衝撃波を放つ。周囲に衝撃波を飛ばすことで空間をねじ曲げる力を持っている。シャドウホーン。自らを不定形の影に変え、変幻自在の挙動から攻撃を繰り出す技。以上だ。味方についたり敵になったりする大志座だけど、最後まで男らしい豪快な人物であるのは共通ってことだね。ああ、大志座のゴールドセイントになるにはその気質が一番重要かもしれないな。だね。では今回はこれで以上。最後に一言いいかな。どうした？実世界だと大志座のセイントが最強だと思うけどね。パワーもスピードも高そうだし。握力×スピード×体重イコール破壊力だからな。そこにコスモが入ると結果は変わるってことだね。では、ご視聴ありがとうございました。